この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。このイラストを見てください。こちらはですね、16歳の時に僕が描いた初々しいデジタルイラストです。当時にしてはまあよく描けているなっていう風に思うんですが、今見るとですね、正直、そんなに可愛くはないですね。今回はですね、皆さんからよくいただく質問、女性キャラクターを可愛く描くためにはどうすればいいのかという質問により具体的にお答えしていくために、このいまいち可愛くないイラストを可愛くしていく過程で、どのポイントに気をつけて絵を描いていけば、可愛いキャラクターイラストにすることができるのか、そのポイントを7つ紹介していきたいと思います。この動画を見ていただくことで、一生懸命イラストを描いているんだけど、女性キャラがいまいちうまく可愛く描けないんだよな。でも原因がわからない。というお悩みを払拭して、そうか、このポイントさえ押さえれば、うまくて、そして可愛いイラストが描けるようになるのか。そんな風にステップアップしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。今日はですね、ポイントが多いので、最初に7つポイントを紹介しちゃいます。1、首だけで仕草をつける。2、おでこの面積を減らす。3、可愛さに鼻はいらない。4、立体感は無視する。5、目じゃなくまつげで印象を作る。6、赤みを足す。7、衣装にもある程度こだわる。です。それでは詳しく解説していきましょう。首だけで仕草をつける。まずですね、一番簡単な誰でも1分でできる可愛さアップの方法として、首をもたげて首だけで仕草をつけるというのがあります。やり方は簡単で、こんな風に顎を前に突き出すようにして首をもたげるだけです。はい。これだけ。これでなんで可愛さがアップするかっていうと、目線の運びにあります。修正前はほぼ正面を見ているような印象でしたが、首をもたげることによって、ちょっとね、目線が後ろに流れるような流し目の状態を作ることができます。この流し目によって、ちょっとだけ色っぽさがアップするので、見た瞬間に、可愛いと思うような仕草を簡単につけることができちゃうっていうわけなんです。今見てもらったように一瞬でしたよね。1分もあればできる工夫です。お手軽なのに効果は大きい。ぜひ試してみてくださいね。おでこの面積を減らす。次に髪の毛です。髪の毛はキャラクターの印象を大きく左右する要素なので、可愛さをアップさせるには非常に役立つパーツです。大きなポイントとしてはですね、前髪の隙間から見えるおでこの面積。これをね、減らすというのがあります。これはね、髪型にもよります。わざと大きくおでこを出しているようなキャラクターもいますが、前髪があるキャラクターの場合、髪の毛と髪の毛の隙間から見える肌面積が広いと、ちょっとね、髪が薄い感じがしてしまったり、顔が大きく見えてしまったりと、可愛さを減らす要素になってしまうことがあります。ちょっと可愛さが足りないなぁ、なんていう時には、僕がやっているように、前髪やサイドヘアのボリュームを調整して、おでこが見える面積を減らしてあげると、それだけでね、可愛さがアップすることがあります。あとはですね、前髪だけじゃなく、全体的な髪の毛のボリュームによっても、印象がガラッと変わります。このイラストは、もともと毛の量が多く、顔全体が大きく見えやすいイラストですが、ちょっとね、髪の毛が多すぎて、ゴワゴワしているようにも見えちゃってるんですよね。なので、そのゴワつきを抑えたいので、外側のシルエットを若干削ってしまって、少しね、すっきりとした印象にしてあげても可愛さがアップするかもしれません。はい。アホ毛もですね、ちょっと画面外まで飛び出てしまっていますが、これもボリュームを少し抑えるために寝かせ気味に調整してみました。はい。こんな感じですね。なんで当時こんなにボリューミーな髪型にしたかっていうと、リュウナイトのパッフィーパフリシアっていうキャラクターが僕めっちゃ好きだったんですね。なので彼女の髪型にちょっと近くなってしまったっていう、それだけです。はい。余談でした。次に行ってみましょう。でもね、まだ全体的にやっぽったい印象があります。これはなんでかっていうと、髪色が全部似たり寄ったりで一塊に見えてしまっているからなんです。それを避けるために、例えば後ろ側の毛だけを
を影色に落として手前の毛と差別化してあげるっていうテクニックがあります。耳の後ろ側にある後ろ髪を若干青みがかったグレーに塗り直してみましょう。そうすることで奥の髪の毛は影に沈んだような感じに見えるので、全体的にスッキリと見えるようになります。このままでもいいですが、今回は奥の青みがかった色と差別化をはっきりとつけるために、手前の髪の毛についてはより暖色に少し赤みがかった色味に変更していきます。はい。それとついでにですね、髪の毛にハイライトを入れていっちゃいましょう。ハイライトが入ると、それだけで立体感がプラスされるので、ハイライトをつける前ののっぺりとした印象から一転、メリハリのついた引き締まった印象になりますね。動画の途中ですが、これ言い忘れてました。今回この16歳の時に描いたイラストはですね、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできます。よろしければ動画を見終わった際に、このイラストを自分流にアレンジしていただいて、可愛くリメイクしてみてください。ハッシュタグ16歳の斉藤直樹の絵を可愛くリメイクしてみたをつけて Twitter に投稿してみてくださいね。みんなで楽しく遊んでしまいましょう。それでは続きいってみましょう。可愛さに花はいらない。次は花ですね。花はですね、正直絵柄によるところも多いので、あまり一緒くたには言えない部分があるんですが、めちゃめちゃ的を射た線の入れ方をしない限り、花をがっつり描くことは可愛さを邪魔してしまう一番の原因になります。花の存在感が大きいとですね、あんまり可愛いイラストにはなりにくいですね。なので、これはね、ちょっと結構乱暴な言い方になるんですが、聞いてください。可愛いイラストを描きたい場合にはですね、もう思い切って花を消しちゃって OK です。可愛さに花はいらないんですよ。ただね、そうは言っても、それはそれで違和感があるっていう人もいると思います。あるはずのものがないわけですからね。そういう場合には、ちょん！はい。これだけ。もうね、点だけで花を表現してもいいんですね。正直花はこれだけで十分。あんまり書き込むよりシンプルが一番ですね。でも、まだ何か物足りないっていう人はですね、今書いた点の上に光を乗せてあげてもいいかもしれません。僕はね、これよくやりますね。こうすることによって花の立体感は表現しつつも、あまり花自体を強調しすぎない可愛い印象を作り出すことができます。あとは、その逆、ペンの下に影を描くというのも一つの方法です。こっちは若干鼻の下の面を強調するので、少しね、人間臭さが出ます。どっちにするかはその時のキャラクターの描き分けや好みにもよると思います。ただですね、今言った光と影、両方やっちゃうと若干ですが、くどくなってしまいます。絵柄によっては、うまくバランスが取れれば、いい感じに見える見え方になる場合もあるんですが、可愛い顔を描く場合にはですね、花の表現には、光か影、どちらか一方だけで十分だと思います。立体感を無視する。もしかしたらですね、これを言うとちょっと矛盾を感じてしまう人がいるかもしれませんが、あえて言いますね。可愛い顔を描く際には、ある程度立体感を無視した方が可愛くなる場合があります。例えばこの顔の場合、顔の立体感に沿って補助線を引いてみましょう。はい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 。こんな感じね。顔の素体の形をかたどっていくと、全体的にこんな立体になっていますよね。はい。透かしてみるとわかると思うんですが、特に違和感がある部分はないと思います。目、鼻、口、すべてのパーツが正しい位置にありますよね。ところが、この正しい位置、あえて無視した方がいい場合があるんです。例えば、顔の輪郭。これも好みによるんですが、ここのライン、このほっぺたのラインがね、より顎に向かって鋭角に角度がついていた方が記号的に可愛く感じることがあります。多分ね、これはちょっとした小顔効果があるんだと思います。それと、口の位置ですね。口の位置は表情にもよるんですが、顔の中心を通っている線、正中線に乗っていると、ちょっと口がね、出っ張って見えがちです。そういう場合には、こんな風に正中線の内側に寄せるだけでね、はい、これだけで可愛くなることが多いんですね。ほら、直す前よりも可愛くなった感じがしませんか？しますよね。でもね、ここで直した後の顔を透かして補助線をもう一度引いてみましょう。そうすると、ほら、赤い線が修正後の顔の輪郭なんですが、ちょっと頭蓋骨が大きすぎておかしい形になっちゃいましたよね。なおかつ、口も正中線よりも右側にずれてしまいました。立体的にはおかしくなったはずなのに、印象的には可愛くなってる。こういうケースが結
構多いので、可愛さを表現したい場合には、あまり立体の正確さにはこだわりすぎないようにするのが大切です。目じゃなくてまつげで印象を作る。皆さん、可愛い女の子を描くときには、目にこだわって描きましょうっていう言葉を聞いたことがありませんか？これはですね、全然間違いではないんですが、ちょっとね、不正確だと感じます。僕なりにもう少し正確に言うと、目じゃなくて、まつげに一番こだわるべきだと僕は思っています。可愛さって、目で作るんじゃないんです。まつげで作るものなんですよ。このイラストがいまいち可愛くないのはですね、このまつげの部分にボリュームが薄いことが原因です。これはこれでね、少年漫画のような淡白さがあって好きな人はいると思うんですが、ことイラスト単体で見た時には少し物足りない感じがしてしまうのと、女の子っぽい艶やかな魅力が足りなく感じてしまうこともあると思います。そういう時にはこんな風にまつげを濃くボリュームアップしていくといいと思います。はい。そしてさらに、ところどころぴょんぴょんって上に飛び出したまつげのとんがりを加えてあげると、さらに可愛さがアップしますね。また、二重のラインを描き加えてあげると、目力がアップすると思いますので、好みによって付け加えてあげるといいと思います。はい。まつげに厚みが増した分、眉毛が目に近くなりすぎてしまったので、その分上に上げてあげましょう。ほら、いかがでしょうか？目の中身には全く手を入れていないのに、これだけで格段に可愛くなった感じがしませんか？そうなんです。可愛さは目じゃなくて、まつげによって作られるものなんですよ。はい。これだけでも十分ですし、好みによってはもうこのままでもいいと思います。ただね、もう少し目に力が欲しい、キラキラ感が欲しいという場合には、目の中身についても書き込みを増やしてあげると良いでしょう。まぶたの影になる部分に濃い色を置いてあげて、目のコントラストをアップします。なおかつ、中心にハイライトを入れて、目力をアップしていきましょう。僕はいつも黒目の上の部分にハイライトを入れますが、今回黒目の中心にハイライトを入れたのはですね、ちょっとミステリアスな感じを強調したかったからですね。特に SF っぽい衣装を着たキャラクターとは相性がいいハイライトの入れ方なので、近未来衣装の女の子のデザインを見ると、このハイライトの入れ方をしたキャラクターが結構多く見受けられると思います。仕上げにうっすらとした反射光や細かい映り込みを加えていきます。はい、こんな感じですね。目元を描き込んだことで一気に可愛い印象が作れたと思います。赤みを足す。これはですね、顔の仕上げに取り入れてほしいテクニックです。顔に赤みをプラスしていきましょう。赤みを入れることで血の気の通った感じ、ちょっと照れているようなね、ニュアンスをプラスすることができ、さらにキャラクターを可愛くすることができてしまいます。まずはやっぱりほっぺたですね。定山レイヤーを顔のレイヤーの上に追加して、エアブラシのようなボケ足の強いブラシでふわーっと赤みをプラスしていきます。これだけでも十分ですが、さらにもう一手間加えたい人は、もう一枚定山レイヤーを上に追加して赤色の斜線を加えていってもいいと思います。こんな感じですね。ちなみにですが、この斜線の描き方でもニュアンスが大きく異なります。こんな風に不揃いの元気のいい斜線の入れ方をすると、若干古めかしい80年代から90年代ぐらいのアニメキャラっぽい感じが表現できると思います。まあね、若干古い感じのする表現ですが、これはこれで可愛いですよね。あとは目以外にも、例えば唇にうっすらと赤みを乗せてあげると、少しだけ大人っぽいニュアンスを追加できたり、または目の上にも若干赤みを足してあげることで、さらに目に色っぽさを付け加えることもできると思います。これは好みによって調整してみてくださいね。衣装にもある程度こだわる。はい。キャラクターの部分についてはこれで十分なのですが、やっぱりですね、印象が大きい部分として衣装があると思います。16歳の時の僕的には一生懸命描いたつもりではあるんですが、あんまり見栄えがするようなデザインにはなってないですね。まあね、昔こういう流線形というか、ぬるっとした形を適当に描いて、そこからコードを適当に生やせば SF っぽいデザインになるっていう、そういう絵の描き方が流行った時期があったんですが、今これをやるとですね、めちゃめちゃ古めかしい感じに見えてしまうので、もうね、こういうデザインってあんまり見ること自体少なくなりましたね。この絵を描いていた時の僕のコンセプトとしては、確かこのゴーグルによって目の感覚を遮断することで他の感覚を数倍にまで高める装置みたいなね、そういうイメージで描いた感じがします。なので頭につけているゴーグルにはレンズなどはついていません。それと着ているアーマーについても変更前は流
線系のつるっとしたデザインでしたが、今の SF っぽいデザインを見てみると、面がね、パッキリと分かれているメリハリのある衣装の方が流行りのように思います。今描いている面はどっちの方向を向いているのか、角度はどうなのか、構造感を強く意識しながら描いていくと、こういう SF 衣装の場合には見栄えがするようになると思います。感覚を鋭敏にするメカなので、頭からコードが垂れていて、その触手からも大気中から何か情報を取っているような、そういうデザインにしてみたいと思います。はい。以上でキャラクターのイラスト可愛く描くためのコツ7つ解説し終わりました。最初と最後見比べてみましょう。さあいかがでしょうか。左がビフォー、右がアフターです。かなり可愛さがアップした感じお分かりいただけると思います。今回ご紹介した7つのポイント、一つ一つはねそんなに大きな変更点ではなかったと思うんですが、それを全部実行するとここまで印象を変化させることができちゃいます。もちろんご自分の絵柄によってどれを取り入れるかは見ている人の自由です。ぜひ今回紹介したテクニック試してみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回はさらっと紹介した目の描き方でしたが、もっと詳しく系統別に目の描き方が知りたいんだよ、いろんな目の種類の描き方とその効果を教えてという方も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、完全版可愛い目の描き方講座がおすすめです。今日はあんまり解説しなかった目の黒目の描き方によって様々な表情の変化、絵柄の変化をつけられることを詳しく解説した動画になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。Ladies and gentlemen, thank you for waiting long. Finally, the ebook English version of Fastest Way to Improve Illustration is available. This book is the skills I have gained over the 20 years. I have been a professional illustrator. I'm using the method described here within a short period of 3 months. I was able to change from the genre I have been drawing in and have been able to become a character illustrator. It's easy to understand how to do it point by point, and there are also QR code links for easy access to videos that can help you practice, so you can gain the knowledge essentially and improve your drawing quickly. Your friend might be surprised if your drawing suddenly improves. It also contains many of my actual practice sketches. Many people have tried this method in Japan and have achieved real results. There are also a number of interviews with some of these people, asking them specifically about the changes they had made and the difficulties they had faced. The methods in this book are definitely not easy. In fact, it may be a painful method that frustrates most people, but that's why it works well. Wouldn't you be interested? The price is 2,200 yen. That's roughly $16. You can buy it here on the booth's website. Press the top right button to select English. Of course, you can also be purchased from abroad, not only Japan. You need to register a Pixiv ID to make a purchase. But don't worry, Pixiv ID is free to register. Payment can be made by PayPal or credit card. The PDF can be downloaded immediately after your purchase. If you are interested in this book, you put the link in the description below the videos so you can check it out. If you want to use the skills of you art to achieve your dream, this book will surely help you. Let me help you to your dreams come true. ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。